こに一枚の写真がある。昭和20年夏の広島。一面の焼け野原の姿である。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーになった瞬間、一気に現実味が増す。この時、世界ではこう言われていた。広島には75年は草木も生えぬと。それから30年後、昭和50年10月、同じ広島。平和大通りを進むパレードに30万人が集まった。当時の広島市の人口は約84万人。3人に1人が沿道に立った計算である。市民が迎えていたのは凱旋する野球選手たちだった。広島カープ、球団創設26年目の初めての優勝。赤いヘルメットの選手たちに紙吹雪が舞い、そして沿道では年配の人々が泣いていた。その涙は野球の涙だけではなかった。被爆からちょうど30年、あの焼け野原を知る人々が30万人の熱狂の中に立っていたのである。草木も生えぬと言われた町はなぜ日本一熱狂する町になれたのか。その答えの真ん中には一つの球団がある。金もないのに市民が作り、小銭を集めて存続させ、原爆ドームの向かいで声援を送り続けた球団である。これは原爆の街の30年を広島カープという一本の軸でたどる復興の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。まずゼロ地点から始めたい。昭和20年8月6日の原爆で広島の市街は壊滅した。その年のうちにおよそ14万人が亡くなったとされる。あの朝の広島については別の動画で詳しく語っている。この動画はその翌日からの物語である。当時内外で広く語られた言葉があった。広島には75年間草木も生えないだろう。アメリカの科学者の見解として新聞で伝えられ広まった言葉とされる。放射能に汚された土地は死んだ。そう世界は思っていた。だがその年の秋、焼け跡には早くも雑草が芽吹き始めた。土は死んでいなかったのである。そして9月には駅前に闇市が立った。物を売る者がいて買う者がいる。つまり生きようとする人間がもう動き始めていた。75年どころか一月でこの町の再生は始まっていたのである。とはいえ道のりは果てしなく遠い。家はなく食べ物はなく家族を失った人ばかりの町。ここからの30年をこれから見ていく。復興の最初の数年はまず生きるための時間だった。象徴として語り継がれるのが路面電車である。原爆からわずか3日後ち、広島の市内電車は一部の区間で運転を再開した。廃墟を走る電車を見て市民は思ったと伝えられる。広島は死んでいないと。この電車の物語はあの朝の広島の動画で語った通りである。焼け跡にはバラックが立ち始めた。トタンと焼け残りの木材で作った掘ったて小屋である。そこへ戦地から復員兵が帰り、外地から引き上げ者が戻ってきた。家族の消息を焼け跡の張り紙で探しながら、人々は闇市で食いつなぎ、その日その日を生きた。昭和22年12月には昭和天皇が広島を巡行した。焼け跡の広場に数万の市民が集まり、復興への激励に万歳の声が上がった。家を失い、家族を失った人々が、それでも前を向こうとしていた時代である。だが町の再建には金も土地の整理もまるで足りなかった。広島には特別な仕組みが必要だった。そして市民はそれを自らの一票で手に入れることになる。
1949年、昭和24年、広島のために一つの法律が作られた。広島平和期年都市圏設法。広島を平和を記念する都市として再建すると定めた特別法である。この法律には歴史的な特徴がある。日本国憲法の下で初めて住民投票を経て成立した法律なのである。広島市民による投票では9割を超える賛成票が投じられた。自分たちの町を平和都市として作り直す。市民が自らの一票でそれを選んだのだ。この法律により旧軍用地などの国有地が市に無償で譲渡され、再建の土台がようやく整った。先頭に立ったのは浜井新三市長。自らも原爆で家族を失った原爆市長と呼ばれた人である。爆心地の一帯は平和記念公園として設計された。コンペで選ばれた設計者は若手建築家の丹下健三。後に世界の丹下と呼ばれる男の出世作である。そして町の中心に幅100メートルの平和大通りが計画された。この通りには市民の物語がある。共木運動、緑を失った。広島に県内や各地の人々が自分の土地の木を掘り起こして寄贈したのである。今、平和大通りに茂る緑の多くは、そうやって市民が運んだ木々の子孫である。この通りの名を覚えておいてほしい。26年後、この通りが30万人のパレードの舞台になる。1950年、昭和25年、プロ野球が2リーグ制になり、新球団の枠が生まれた。そこに手を挙げた町がある。まだ復興の最中の広島だった。冷静に考えれば無謀な話である。市民は今日の食べ物にも困り、町はバラックだらけ。球団を支える大企業も広島にはない。だから広島は日本のプロ野球で異例の形を選んだ。親会社を持たない。県と市と地元財界、そして市民の出資で球団を作る。市民球団である。なぜそこまでして球団を持ったのか。設立に関わった人々が残した趣旨は明快だった。敗戦と原爆で打ちのめされた市民に希望を与えたい。腹の足しにはならなくても心の支えになる者がこの町にはいると。球団の名はカープと決まった。広島城の別名李城から取った鯉である。滝を登る鯉のようにどん底から這い上がる町の象徴だった。初代監督には広島出身の名将石本秀一がついた。1950年3月、広島カープはリーグに加盟し初陣を迎える。毛野原から5年、市民は自分たちの球団を手に入れたのである。だがその船出は想像を絶する貧乏との戦いだった。創設期のカープは日本一の貧乏球団だった。親会社がないのだから当然である。選手の給料は遅配が当たり前。遠征の移動は夜行の鈍行列車。宿代を浮かすため車中で夜を明かして翌日試合をした。用具も満足に揃わず、合宿所の食事は質素そのもの。農家のファンが野菜を差し入れて選手を支えたという。成績もついてこなかった。初年度は察しますし、その後もリーグの下位が定位置だった。弱くて貧乏だが、この球団には他のどこにもないものがあった。市民との距離である。選手は市民と同じ焼け跡の町に住み、同じ苦労をしていた。金持ちの企業が持つよその球団とは違う。カープは俺たちの球団。弱くても貧乏でも自分たちの分身だった。だからこそ市民は球場に通い続けたのである。しかし1951年、昭和26年、その球団に存続の危機が訪れる。金が尽きたのである。1951年、カープの経営は破綻寸前だった。選手の給料は払えず、リーグへの納付金も滞る。球界からは解散論や他球団との合併案が出された。生まれてわずか2年目の市民球団が消えようとしていた。その時、
立ち上がったのが市民である。合言葉は単純だった。カープを潰すが。講演会が組織され、そして球場の入場口に酒樽が置かれた。樽募金である。試合を見に来た市民がその樽になけなしの小銭を入れていった。日雇いの労働者がその日の稼ぎから、主婦が買い物の釣り銭から、子供が小遣いから、しわくちゃの札と小銭が樽に積もっていった。まだ誰もが貧しかった原爆から6年目の広島である。集まった金は目標の400万円を突破し、およそ440万円に達した。球団の存続が正式に決まった。ファンの募金でプロ球団が救われた例は世界のスポーツ史でもほとんど類がない。カープは市民が金を出して守った球団になった。以後今日までカープを語るとき、広島の人々は必ずこの樽の話から始めるのである。1957年、昭和32年、カープに本拠地となる新しい球場が生まれた。広島市民球場である。地元財界の寄付を中心に建設された市民のための球場。注目すべきはその場所である。球場が建ったのは原爆ドームの目と鼻の先、道を一本隔てたほぼ向かいだった。爆心地から歩いてすぐの場所である。12年前、一面の廃墟だったその場所に夜、ナイターの照明が灯った。こうこうと光る照明灯の下で市民が野球に歓声を上げ、その歓声を原爆ドームが静かに聞いている。この光景こそが広島の復興の象徴だった。死の街と呼ばれた場所で人々がまた熱狂している。それを誰よりも近くであの日を知るドームが見守っている。異例と熱狂が隣り合う世界でも例のない球場。以後半世紀、カープはこの球場で戦い、広島の子供たちはここで野球を覚えて育つことになる。復興を支えたもう一つの柱に触れておきたい。町の工場、東洋工業、後の松田である。爆心地から離れた郊外にあった工場は壊滅を免れ、原爆直後には焼け出された広島県庁の機能や救護所がこの工場に臨時に置かれた。つまり東洋工業は壊滅した行政の避難先にもなったのである。そして戦後、この会社のオート三輪トラックが復興の物流を支えた。焼け跡に資材を運び、闇市に品物を運び、広島の再建はこの三輪の車輪の上で進んだと言っていい。やがて東洋工業の社長松田恒次は経営の苦しいカープを本格的に支援するようになる。球団名は広島東洋カープとなり、松田家は今日まで球団を支え続けている。ただし正確に言っておきたい。現在も松田は筆頭株主だが、カープの親会社ではない。カープは今も日本で唯一親会社を持たない市民球団のままなのである。町の工場と町の球団が一緒に立ち上がる。広島の復興はそういう形をしていた。さて、肝心のカープの成績である。正直に言えば勝てなかった。1950年の創設から四半世紀、優勝には一度も手が届かなかった。下位が定位置で最下位も何度も経験した。それでも市民は球場に通い続けた。そして勝てない時代のカープにも愛された選手たちがいた。その代表が長谷川良平である。身長170センチに満たない小柄な体で弱小カープのマウンドを支え続けた大黒柱。小さな大投手と呼ばれ、通算197勝。その勝ち星のほとんどを弱いカープのために積み上げた。勝てない球団をそれでも愛する。それが四半世紀の間の広島の日常だった。考えてみれば不思議な話である。普通、勝てない球団のファンは離れていく。だが、広島市民にとってカープを勝ち負け以前に樽に小銭を入れて守った自分たちの分身だった。見捨てるという選択肢が
そもそもなかったのである。そしてその忍耐は被爆30年の年についに報われる。1975年、昭和50年、被爆からちょうど30年の年である。この年のカープは生まれ変わっていた。シーズン当初に指揮を執ったアメリカ人のルーツ監督は、攻めの姿勢を掲げ、ヘルメットを燃える闘志の赤に変えた。赤ヘルの誕生である。監督は途中で退いたが、後を継いだ小葉武史監督の下で、チームは快進撃を始めた。主砲は地元広島出身の山本浩二、そして後に鉄人と呼ばれる衣笠幸男。万年最下位だった赤ヘル軍団の躍進に全国が沸いた。赤ヘル旋風である。そして10月15日、東京の後楽園球場でカープは巨人と戦い、ついにその瞬間が来た。球団創設から26年目、広島カープセリーグ初優勝。選手たちが宙に舞い、ベンチは歓喜に沸いた。広島の街ではテレビとラジオの前で市民が抱き合って泣いた。樽に小銭を入れたあの日から24年、俺たちの球団がついに日本の頂点に立ったのである。そしていつか後、広島の街で伝説のパレードが行われる。昭和50年10月20日、月曜日、広島市の平和大通りで優勝パレードが行われた。選手たちは8台のトラックに分乗し、紙吹雪の舞う大通りをゆっくりと進んだ。沿道に集まった市民は30万人。当時の広島市民の実に3人に1人である。平日の昼にもかかわらず、街の機能が止まるほどの人出だった。思い出してほしい。このパレードの舞台、平和大通りは、30年前は焼け野原で市民が木を持ち寄ったあの通りである。共木運動で運ばれた木々は大きく育ち、その緑の下を優勝パレードが通った。市民が植えた木が市民の球団の凱旋を見下ろしていたのである。そして沿道には泣いている人たちがいた。年配の被爆者たち、遺族たちである。当時の報道は沿道の被爆者たちの声を伝えている。あの日から30年、生きててよかったと、家族を失い、街を失い、それでも生きてきた30年の先にこの日があった。被爆30年と初優勝が同じ年に重なったことは偶然である。だがその偶然に広島の人々は確かに救われたのだった。75年は草木も生えぬと言われた街のこれが30年目の姿である。初優勝からのその後も駆け足で辿っておく。カープは1979年、昭和54年に初の日本一に輝き、翌年も連覇して赤ヘル黄金期を築いた。日本シリーズの歴史に残る江夏の21球もこの時代である。鉄人衣笠幸男は怪我をしても休まず2215試合連続出場の世界記録を打ち立て、国民栄誉賞を受賞した。タル募金で生き延びた球団から国民的な英雄が生まれたのである。2009年には本拠地が新しいマツダスタジアムへ移り、やがて全国にカープ女子と呼ばれるファンが現れた。そして2016年、25年ぶりのリーグ区優勝に広島の街は再び泣いた。初優勝を知る世代が孫の世代と一緒に泣いたのである。時代がどれだけ変わっても変わらないものがある。カープは今も親会社を持たない日本のプロ野球で唯一の市民球団のままである。経営危機のたびに市民が支えてきたこの球団にはタル募金の遺伝子が今も流れているのだ。現在の広島を歩いてみる。8月の広島ではカープの夏の試合に合わせて平和を願うピースナイターが行われてきた。選手とファンが球場で共に祈りを捧げ、平和の文字をスタンドに掲げる夜である。慰霊の街と熱狂の街、広島はその2つを同居させたまま80年を歩んできた。マツダスタジアムから電車に乗れば原爆ドームと
平和記念公園はすぐそこである。赤いユニフォームの観戦客が試合の前にドームの前で手を合わせていく姿も珍しくない。半世紀カープの本拠地だった旧市民球場は今は役目を終え、跡地は市民の集う広場になった。原爆ドームの向かいで歓声が上がった時代の記憶は今も広島の人々の中に生きている。祈りと歓声、その両方があって今の広島なのである。復興とは何だろうか。道路が通りビルが建つことだけならそれは再建に過ぎない。広島の30年が教えてくれるのはこういうことである。復興とは市民がまた笑い泣き何かに熱狂できるようになること。焼け野原の市民が希望を託して球団を作り、樽に小銭を入れてそれを守り、原爆ドームの向かいで声援を送り、その積み重ねの先に30万人のパレードがあった。75年は草木も生えぬと言われた街は30年で日本一熱く泣き熱く笑う街になったのである。この物語の始まりの朝のことは、あの朝広島にいた10人の動画で語っている。あの朝を知ってからこの30年を見ると、平和大通りの紙吹雪の意味が変わって見えるはずである。今私たちが暮らしているこの平和な日本は、あの戦争で犠牲になった先人たちと焼け跡から立ち上がった先人たちの両方の上に築かれている。カラーで蘇った写真の中に樽に小銭を入れた市民たちは確かに生きていた。私たち日本人は焼け野原から30年でこの国を立て直した先人たちのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。